皆さんこんにちは、ゆずきゆかりです。強力なカードと戦術を惜しみなく使う EDH、通称 CEDH のプレイ実況動画、ゆかりん CEDH へようこそ。ゆかりん CEDH は4人対戦の中で私がどうやって勝ちに行くかのゲームプランの解説や読み合いなどをメインとした実況動画を目指しています。カジュアルフォーマットだけど真剣に勝利を追求するのもとても楽しい、私なりの EDH の楽しみ方を共有できたらとても幸いです。ゆかりん CEDH はペイトリオンサポーターの皆さんの提供でお送りいたします。ペイトリオンサポーターにはゆかりん CEDH ディスコードサーバーへのアクセス権やオリジナルステッカーなどの特典がついてきます。気になる方は動画概要欄のリンクからぜひチェックしてみてください。また、インクドゲーミングにてゆかりん CEDH のプレイマットの販売を開始しました。こちらも気になる方は動画概要欄のリンクから詳細をチェックしてください。それでは本日のデッキ紹介の方に移りましょう。今回使うジェネラルは、帰還した王ケンリス。ケンリスはエルドレインで登場した5色ジェネラルで、各色に対応した5つの起動能力を持っています。その中で特に重要なのが青のドロー能力。4マナの自身のタップが必要ないドロー能力という点ではトラシオスに似ていますが、ケンリスは青マナこそ必要な代わりに、対戦相手を対象にすることで強制ドローをさせることができるので、無限マナ達成後に他のカードに頼ることなくとどめを刺すことができます。残念ながらトラシオスと比べてしまうと土地を伸ばすおまけもないので、じわじわとリソースを伸ばしていくような運用には向いていませんが、黒のリアニメイト能力や5色全てのカードをデッキに採用できる点で差別化を図れるジェネラルになります。5色ゆえに幅広いデッキ構築が可能なケンリスですが、今回はグッドスタッフ寄りのリストを使っていきます。こちらのリストの戦術の要となるのがハトバの恐喝者。ハトバの恐喝者によるマナブーストからムカつきや直感などのパワーカードにつなげたり、祝福されたエミエルと組み合わせた無限マナコンボを狙います。ハトバの恐喝者やエミエルへのアクセス手段を増やすために、汎用サーチカードに加えて神聖化や異界の進化などを採用しているので、必要に応じてダウシーの虚空歩きや敵対工作員、イーオスのレインジャー長などの相手の妨害に長けたクリーチャーを展開して持久戦に持ち込むことも得意です。ハトバの恐喝者とエミエルのコンボは、ムノロットのようなアーティファクトメタや呪われたトーテム像のようなクリーチャー効果メタの両方が刺さってしまうのが弱点ですが、そういったメタカードが予測される試合ではデモコン達差を目指す方針を取れたりと、5色のカードプールの広さを存分に使った攻めの幅の広さがケンリスの最大の強みになります。それでは対戦相手のジェネラルを見ていきましょう。今回の試合は私が先行でのスタート。下茶が使うのが刃を咲かせるものナジーラ。ナジーラにデリービーや自然の意志を組み合わせることによる無限コンバットでの勝利を目指すデッキで、5色から繰り出される豊富なサーチカードによる安定性が強みです。プラン B にはムカつきやデモコンタス差が控えていて、ナジーラを封じてもプラン B、プラン B を封じてもナジーラが止まらない。しかも膠着状態でも盤面が空いているプレイヤーのライフにかけるプレッシャーが大きく、攻めの突破力の高さが売りです。また、消費マナが少ない準備ムーブが多いので、急戦模様の相手に対する妨害を無理なく構えることが得意なのもナジーラの強みになります。対面が使うのが祖神の使とテシャール。テシャールを軸としたループコンボを目指すデッキで、デッキの大半が何かしらとの組み合わせで無限ループを生成できるのが特徴。コンボカードの密度のおかげで速度とリカバリー性能が高く、テシャール本体を処理しないとなかなか止めようがありません。こちらが持ち合わせている対抗策だと、ダウシーの虚空歩きが次に紹介する相手のジェネラルにも刺さりがいいので、ダウシーの虚空歩きを出せるハンドを妥協キープ案として選択できそうです。そして上茶が使うのが儀式の大魔導士イナーラ。呪文探求者1枚からゲーム終了まで持っていける高速コンボデッキで、一度コンボを阻止しても、レアニメイト1枚から簡単にリカバリーしてくるので気が抜けません。しかし、今回はイナーラが4番手なので、普通の高速デッキと同じぐらいのペースでの対処で間に合いそうです。今回の試合は中速デッキである私のケンリスと下茶のナジーラが、ターン順後半の高速デッキ2人に睨みを利かせるような展開になると予想します。私が一番警戒しなくてはならないのがナジーラのカウンタープレイ。全員が順調にゲームを進めたとしたら最初に動くのはイナーラ。ナジーラは平均キルターンは少し遅いものの安定性が非常に高いので、イナーラを止めれたとしても次に攻めてくるナジーラに対する策が必要になります。しかもテシャールも攻めが強いデッキなので、3人を立て続けに止めるのは現実的ではなく、ケンリスでゆっくりとアドバンテージを稼ぎ続ける展開は難しそうです。これらの要素を考慮したらこちらが取れるゲームプランは3つあります。プラン A、イナーラを止めた直後に私が勝負を仕掛ける。プラン B、先行のアドバンテージを活かして一番先に仕掛ける。プラン C、ダウシーの虚空歩きや敵対工作員などでイナーラが先に動けない局面を作り持久戦に持ち込む。一番勝算がありそうなのがプラン A で、持久戦模様のプラン C はダウシーの虚空歩きをしっかりと守れないと難しそうです。以上を踏まえて初手を決めていきましょう。最初の7枚は、統率の塔、唱え損ね、近畿の花中園、吹きさらしの古雨や、湿地の干潟、選別の儀式、四儀霊のシャーマン。
選別の儀式は非常に強力なカードですが、生成したマナからつなげるパワーカードが現状ありませんし、ナジーラやテシャールが残る上に、イナーラに至っては盤面ゼロから勝ちに来るタイプのデッキなので、最初の7枚のゲームプランとしては力不足ですね。もっと強い手札を探しに割り番します。トロピー、沸騰する証拠、敵対工作員、悪魔の強磁者、ソルリング、異界の進化、赤霊波。2ターン目に敵対工作員と赤霊波を構えてイナーラの急戦を牽制。3ターン目に悪魔の強磁者でハトバの恐喝者をサーチして4ターン目にエミエルとハトバを揃える流れが見えます。テシャールがアーティファクトを多く並べてくれると思うので、ハトバの恐喝者で問題なく宝物を生成できそうです。遅めのゲームプランではありますが、攻守ともに優れたハンドなのでキープします。下茶とトイメンが7枚、上茶が6枚スタート、対戦よろしくお願いします。私のターン、ドローは幻影の像。まずは沸騰する証拠からバッドランドをフェッチ。そしてソルリングでマナ加速をしてターンエンド。下茶のターン、モックスダイヤモンドをキャストしてタイガをディスカード。さらに汚染された三角巣をセットランドしてから宝石の睡蓮。先にエスパーの保証をキャストしてから宝石の睡蓮を生贄に3マナ生成。そしてナジーラをキャストしてターンエンド。1ターン目からナジーラを出すことで3ターンキルルートに入りつつドローエンジンを展開。通常より1ターン早いルートですね。トイメンのターン、虹色の眺望をセットランドしてから兵器をフェッチ。そして最色の風球をキャストし下茶がエスパーの保証でワンドロー。さらに宝石の睡蓮をキャスト。2ターン目テシャールの着地の準備をしてから上茶にターンを回します。上茶のターン、風変わりな果樹園をセットランドしてから敏捷なコソドロラガバンをキャスト。追加のマナ加速はなしでターンエンド。控えめなスタートに見えますが、暗黒の儀式などで次のターンに仕掛けてくる可能性は十分あります。気が抜けません。私のターン、ドローはネクロポーテンス。これ1枚でゲームを決めうる強力な1枚ですが、黒がかなり遠いので、順調に試合が進めば活躍の機会はなさそうです。トロピーをセットランドしてからターン終了を宣言。マナフルオープンでターンを返したので怪しさ全開ですが、それでも1ターンは稼げるはずなので問題ないと思います。下茶のターン、トロピーをセットランドしてから貴族の教師をキャスト。コンバットに入りナジーラで上茶を攻撃。攻撃宣言時に貴族の教師の賛美とナジーラの能力が誘発。賛美でナジーラに11修正が入り、ナジーラの能力で戦士トークンを上茶を攻撃した状態で生成。上茶のライフを5点削ってからターン終了を宣言。フェッチを切ってこないのを見るに、こちらの敵対工作員はすでに感づかれていそうですね。トイメンのターン、発明博覧会をセットランドしてから回収の石膏をキャストしてターンエンド。テシャールを出してこなかったのは意外です。もしかしたら妨害を構えているのかもしれません。上茶のターン、まず最初にコンバットに入りラガバンで私を攻撃。戦闘ダメージが入ったことによりラガバンの能力が誘発。宝物を生成して私のライブラリーから溢れ返る岸辺を追放。戦闘後メインに入り湿った墓をショックイン。さらに宝物を使い合計3マナでリスティックの研究をキャスト。下茶のエスパーの保証の能力が誘発しますが、それにスタックしてどのように動くか少し考えましょう。候補となるのは3パターン。1つ目は予定通りスタックして敵対工作員をキャスト。2つ目は赤霊波でリスティックの研究をカウンター。3つ目は様子見で下茶に優先権をパス。素直に敵対工作員をキャストするのが一番マナ効率がいいのですが、下茶にフェッチを使った上でサーチカードまで使う猶予を与えてしまいます。赤霊波でリスティックの研究をカウンターすれば上茶の戦力を大きく削ることができますが、これもまた下茶にサーチカードまで使うのを許すことになります。3つ目の選択肢の様子見は下茶が私の敵対工作員に気づいていたら、後々私が敵対工作員か赤霊波をキャストしたタイミングで動かれてしまい、場合によっては上茶に余計にカードを引かせてしまいそうなので候補から除外した方が良さそうです。となると、ここで敵対工作員をキャストするか赤霊波でカウンターするかの2択になりますが、ここで赤霊波を使ってしまうと下茶がデリービをサーチした場合、こちらは悪魔の強磁者で対応札を探すことになる上に、敵対工作員が手札に足せずにいる状態で上茶のターンを再び迎えることになってしまいます。ここで敵対工作員をキャストしても下茶にサーチを許してしまいますが、赤霊波をデリービーの対処に使えるので悪いようにはならないでしょう。もし不気味な雇われ人をサーチしてきたらその時はもう一度考えます。下茶の手のひらの上で踊らされている感じは否めませんが敵対工作員をキャスト。お次は下茶が敵対工作員にスタックして汚染された三角巣を生贄にスクラブランドをフェッチ。さらに下茶はエラダムリーの呼び声をキャスト。ライブラリーからコンボパーツの浄化の戦術家デリービーを手札に加えます。敵対工作員が着地しエスパーの保証の能力が解決。下茶がワンドローしてから上茶のリスティックの研究が解決。上茶は私にターンを回します。私のターン、ドローは白鳥の歌。これなら下茶を止めた後に誰かが仕掛けてきてもなんとか耐えることができそうです。幻影の像で貴族の教師をコピーしたり、悪魔の強磁者で自分のゲームプランを進めたいところですが、ここは我慢して防御札2枚構えていきます。ターンエンド。
下茶のターン、セットランドはなしで早速デリービーをキャスト。上茶のリスティックの研究が誘発。下茶は最後の1マナを使ってペイ。フルタップしてきたので防御札は少ないはず。リスティックの研究とエスパーの保証のマナを払いつつ赤霊波をキャスト。これに対応して下茶はライフを2点払い精神的つまずきをキャスト。上茶がリスティックの研究でドロー。我慢してドローをした甲斐がありました。白鳥の歌で応戦します。上茶がリスティックの研究でドローしてから白鳥の歌が解決。精神的つまずきが打ち消され下茶は鳥トークンを生成。そして赤霊波がデリービーを打ち消して全ての処理が終了。ここはなんとか耐えることができましたが、またターンが回ってくるまでは無防備なのでこの先は祈るしかありません。下茶はコンバットに入りナジーラと戦士トークンで上茶を攻撃。ナジーラの効果で2体の戦士トークンを攻撃に追加します。上茶のライフを合計6点削り下茶はターン終了を宣言。エンドフェーズにトイメンが1マナ払い最初の補給を起動。白マナを生成してワンドロー。そしてその白マナを使って回収の石膏の能力を起動し最初の補給を墓地から回収。そしてトイメンのターン、セットランドはなしで最初の補給をキャスト。上茶がリスティックの研究でドロー。土地が秘訣で困っているのかターン終了を宣言。上茶にターンが回ります。上茶のターン、コンバットに入りラガバンで私を攻撃。2点のダメージが私に入りラガバンの効果が誘発。上茶は宝物を生成し私のライブラリーから白日の下にを追放。そしてコンバット後メインに入りセファリットの円形競技場をセットランドしてから秘技の印鑑をキャスト。下茶のエスパーの保証が誘発しますが土地を使ってペイ。やはり敵対工作員の前ではさすがのイナーラも動きづらい模様。上茶はターン終了を宣言。私にターンが回ります。私のターン、ドローは電国の玉璽。コンボイのアクセス手段は揃っているものの、マナ回りがかなり窮屈で困りましたね。私の敵対工作員が上茶のリスティックの研究がトイメン、それぞれ睨みを利かせている局面ですが、そろそろ対応札が来てもおかしくないので慎重に動く必要があります。さすがに悪魔の強磁者で防御札を探すのは消極的すぎると思うので、下茶が勝ち筋を持っていないのを前提として次のターンに仕掛けに行くプランでいきます。まずはリスティックの研究を払いつつ幻影の像をキャスト。貴族の教主のコピーとして出して次のターンに異界の進化を唱えやすくします。お次は電国の玉璽をキャスト。リスケンとエスパーの保証が払えないので上茶と下茶がワンドロー。ライフを2点失いライブラリーから鳩場の恐喝者をサーチしてトップに置きます。これで次のターンに勝負を仕掛ける準備は万端。もう1ターン耐えきれると信じて下茶にターンを回します。下茶のターン、草むした墓をショックインしてからコンバットに移行。鳥トークンで私、ナジーラと戦士トークンで上茶を攻撃。ナジーラの効果で戦士トークン4体を上茶を攻撃している状態で生成。上茶のライフを大きく削ります。下茶は戦闘後メインに入り、リスケンを払いながら極楽鳥をキャストしターン終了を宣言。エンドフェーズにトイメンが最初の補給を起動。自身を生贄にワンドローしてからターンに入ります。トイメンのターン、セットランドはなしで宝石の睡蓮を使いてシャールをキャスト。1マナ余っていますがリスケンは払われずで上茶がワンドロー。トイメンはそのままターン終了を宣言。クリーンアップで護衛募集員を捨ててから上茶にターンが回ります。上茶のターン、近畿の果樹園をセットランドしてからコンバットに移行。ラガバンで私を攻撃。ラガバンがいるのを完全に忘れて鳩場の恐喝者をトップに仕込んじゃいました。鳩場の恐喝者を渡してしまうと勝ちから遠のいてしまうので、さすがにブロックしたいですね。貴族の教主でブロックするのが安全ですが、ここはちょっと攻めたプレーをしてもいいかもしれません。まず私の予想ですが、下茶はすでに呪文探求者を手札に抱えていて、敵対工作員さえなければ勝負を仕掛けたい状況。リスティックの研究でカードをそれなりに引けているので妨害札も持っていてもおかしくはありません。そして下茶は4枚の手札と3マナがあり、何かしらの妨害札を持っているんじゃないかなと予想してます。このラガバンの攻撃を幻影の像でブロックしたら確実に私にターンが回ってきますが、上茶と下茶の双方からの妨害をくぐり抜けて勝負を仕掛けれるようなハンドではありません。次のターンに勝負を仕掛けたい。でも普通にやったら止められて負けコース。様子見をしたところで問題は増えるばかりで負けコース。それなら大きなリスクを背負ってでもリターンを取りに行くべきです。さて攻めのプランをざっくりと説明すると、まず最初にラガバンを敵対工作員でブロック。あえて上茶に勝負を仕掛けるチャンスを与え、それを下茶に止めてもらい漁夫の利を狙いに行きます。ブロック宣言後に下茶がラガバンに除去を使い敵対工作員が生き残る展開も予想できますし、勝算は十分にあると思います。敵対工作員でラガバンをブロック、相打ちとなり対戦相手のライブラリーサーチが解禁されます。ここからはお祈りタイムです。上茶は戦闘後メインに入り金属モックスをキャスト。エスパーの保証は払われず下茶がワンドロー。金属モックスが着地し上茶は神秘の強磁者を刻印。お次は暗黒の儀式をキャストし黒マナを3つ生成。そして帝国の長母兵をキャストし、ライブラリーから呪文探求者を手札に加えます。上茶は呪文探求者をキャスト。呪文探求者とイナーラの能力が誘発。これに対応して下茶が共に闘争をキャスト。対象は呪文探求者と私の幻影の像。暗黒の儀式はもう使ってしまいましたし、スレッショルトも達成していないので陰謀団の儀式をサーチしても軌道修正はできないはず。共に闘争が解決し呪文探求者がバウエス。そして幻影の像が次回。呪文探求者の能力が
が解決。上茶はライブラリーから弱者選別をサーチ。イナーラの上から弱者選別をキャスト。帝国の長母兵を生贄に4マナ生成。イナーラの能力を解決。1マナ払い呪文探求者のコピーを生成しライブラリーからヌーボをサーチ。上茶は死の国からの脱出をキャスト。どうやらもう一山越さなきゃいけないみたいです。まず最初に脱出されたのは弱者選別。呪文探求者のコピーを生贄に4マナ生成。お次は手札にバウンスされた呪文探求者を再キャスト。呪文探求者とイナーラの能力がスタックに乗ったところで対面が動きます。対面はルケへの道を呪文探求者を対象にキャスト。リスケンは払えないので上茶がワンドロー。上茶はこれを防ぐ手段を持っておらずルケへの道が解決。呪文探求者が追放され、上茶はライブラリーから沼をタップイン。そして呪文探求者の能力が解決。上茶はライブラリーから再活性をサーチ。さらにイナーラの能力にスタックして先ほどサーチしてきたヌーボをキャスト。ライブラリーから清掃の学者を墓地に送ります。そしてイナーラの能力をスキップしてから再活性を清掃の学者を対象にキャスト。再びループコンボを狙いに来ました。しかし下茶が変更はたきをキャスト。上茶はリスケンでドローしますが防御札は引けず、変更はたきが再活性の対象を対面の回収の石膏に変更します。それでも上茶は諦めません。墓地から3枚追放して弱者選別をキャスト。回収の石膏を生贄に4マナ生成。2マナ使って汚れた契約をキャスト。ライブラリーのトップから順々に追放していき、悪魔の教示者を手札に回収。すぐさま悪魔の教示者をキャストし、ライブラリーからカードを1枚サーチ。ライオンの瞳のダイヤモンドをキャストし、即座に生贄に捧げ黒マナを3つ生成。カードを3枚追放してライオンの瞳のダイヤモンドを脱出。再び生贄に捧げ今度は青マナを3つ生成。今度は悪魔の教示者を脱出。ライブラリーからカードをサーチ。そしてサーチしてきた意外な授かり物をキャスト。対面の手札が6枚なので引き次第ではループに入る危険があります。一巻の終わりと思いきや、下茶が今度は劇場の貢献をキャストし意外な授かり物をカウンター。上茶がリスケンでドローしますがこの場を打開する1枚は引けず、エンドフェーズに入り死の国からの脱出が生贄に捧げられてから私にターンが回ります。予想以上の攻防が行われましたが、こちらが思い描いたシナリオ通りになりましたね。ドローフェーズに入り鳩場の恐喝者をドロー。まずは鳩場の恐喝者をキャスト。上茶がリスケンでドローしてから鳩場の恐喝者が着地。鳩場の恐喝者の能力で宝物トークンを5つ生成。お次は悪魔の教示者をキャスト。上茶と下茶がワンドロー。ライブラリーから死の国からの脱出をサーチしてそのままキャスト。上茶がワンドロー。墓地から幻影の像を脱出。上茶がワンドロー。幻影の像を鳩場の恐喝者のコピーとして出して再び宝物を5つ生成。そして幻影の像を生贄に異界の進化をキャスト。これが通れば私の勝ちです。上茶がリスケンでドローしますがノーアクション。異界の進化でライブラリーから祝福されたエミエルを戦場に出します。最後に残った3つの宝物を使ってエミエルの効果を起動。鳩場の恐喝者を明滅させることで宝物を5つ生成。3マナ使うたびに宝物が5つ生成されるので無限宝物トークンが成立。ケンリスをキャストしてから青のドロー能力を対戦相手に起動し続けることで私の勝利です。対戦ありがとうございました。ちょっと強引なプレーでしたが、こちらの思惑通りの展開になり勝利をつかみ取ることができました。もし上茶の動きを誘わずにターンを迎えてたとしたら、私が仕掛けても間違いなく止められていたでしょうし、もう一度様子見をしても、テシャールを無事着地させた対面が妨害が刺さりづらい形で攻めてくる可能性が高かったので、どちらにしろ5ターン目が私のラストターンになっていたと思います。異界の進化のコストに使う予定だった幻影の像が除去されたのはちょっとしたアクシデントでしたが、5色の強みであるカードプールの広さでリカバリーできましたね。ケンリスはどんな相手にも平均以上のパフォーマンスを出せるジェネラルなので、コレクションが一通り揃っている方はぜひお試しください。それでは今日の動画はこれにておしまいです。もしゆかりん CEDH を楽しんでいただけたら、チャンネル登録と高評価をお願いします。最後までのご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。